1910年12月の夜、国外に追放されていた元大統領のマヌエル・ボニーラはニューオーリンズで借りた船に乗り込み、重武装の共謀者グループとともに大統領の座を奪還すべくホンジュラスに向けて出版しました。権力奪還の手段はいといません。ボニーラには強力な後ろ盾がありました。後に地域を支配する悪名高い組織であり、その名を中南米アメリカに轟かせるエル・プルポ、これはタコの意味で隅々に届く影響力に由来します。その悪名高きエル・プルポは米国企業であり、こともあろうにバナナを密輸していました。表向きにはユナイテッドフルーツ社、現在ではチキータブランドとして世界的に知られています。バナナは数千年前に東南アジアで最初に栽培され、16世紀初頭に米州に持ち込まれました。バナナはアフリカ人奴隷により大農園で砂糖と一緒に栽培されました。当時は様々なバナナがあり、そのほとんどが今スーパーで見られるバナナとは全く違うものでした。19世紀になるとニューオーリンズやニューイングランドの船長がココナッツなどを求めてカリブ海に出向きます。そのうちにバナナを試すようになり、グロスメッチェルという品種をジャマイカやキューバ、ホンジュラスのアフリカ系カリブ人の農家から買い始めます。グロスミッチェル種は大きな束で実がなり、皮が比較的厚いバナナで運搬に理想的でした。19世紀末にはバナナは米国で大人気の果物となっていました。手頃な価格でいつでも手に入り、医師にも認められていました。バナナが一大産業となるにつれ、米国のフルーツ商も自らバナナを栽培したいと考え始めます。栽培地を確保すべくバナナ業界の大御所は中米の政府関係者へのロビー活動や贈賄に加え、クーデターの資金提供さえも行い、味方の権力保持を助けました。ホンジュラスでマニュエル・ボニーラはエル・プルポに対し土地使用権を譲渡して大統領の座奪還の恩返しをしました。1930年代にはユナイテッドフルーツ1社が中米を牛耳り、一時はグアテマラの耕作可能地の 40% 以上を所有していたほどです。同社はコスタリカ、コロンビア、グアテマラ、ホンジュラス、パナマの熱帯雨林を伐採して大農園を開拓し、鉄道や港を設け、労働者用の町を作りました。比較的高めの給料に引き寄せられ、大勢がバナナ地帯に集まりました。グアテマラからコロンビアまでユナイテッドフルーツの大農園ではグロスメッチェル種のみ栽培されました。密集した大農園では種の多様性が乏しく、まさに病気が蔓延しそうな状態でした。無防備な農場をつなぐインフラが病気を急速に広めてしまいます。病原体がある農場から別の農場へと労働者の靴や鉄道車両、蒸気船で持ち込まれます。1910年代、これがまさに現実となります。グロスメッチェルの大農園が病原菌により壊滅的な打撃を受けました。最初にパナマで、後に中米全体で大きな利益と安価なバナナをもたらしたのと同じ仕組みによって急速に蔓延しました。一国を争うパナマ病との戦いでは、バナナ企業が感染した大農園を放棄します。コスタリカやホンジュラス、グアテマラで何千人もの農民や労働者が職を失いました。その後バナナ企業は広大な領域の熱帯雨林を伐採し、新たな大農園を開拓しました。第二次世界大戦後、グアテマラとホンジュラスではユナイテッドフルーツと手を組んだ独裁政権が農地改革を掲げ、民主的に選出された政権に敗れます。グアテマラではハコボ・アルベンス大統領がユナイテッドフルーツから土地を買い取り、土地のない農民に再配分しようとしました。アルベンス政権は納税記録に基づいた買取金額を提示しますが、ユナイテッドフルーツは地価を過少報告していました。エル・プルポは反発します。アルベンス政権に対して宣伝工作を仕掛け、深いつながりを持つ米国政権の関係者に助けを求めます。共産主義への恐れを引き合いに出し、 CIA が政権転覆を企て民主的に選出されたアルベンス政権は1954年に崩壊しました。同年、ホンジュラスのユナイテッドフルーツで数千人の従業員がストライキを決行します。新たな労働組合を同社が認めるまでストライキは続きました。パナマ病から逃れるための政治的費用と経済的費用が増大し、ユナイテッドフルーツはついにグロスミッチェルからパナマ病に強いキャベンディッシュへと1960年代初頭に切り替えました。
現在中米においてバナナは経済的にもはや重要ではなくなっています。ユナイテッドフルーツはチキータへと社名を変え、中南米政治への絶大な影響力も失いました。現在のバナナ業界にも問題はあります。キャベンディッシュには農薬を頻繁に散布する必要があり、農場労働者や生態系を危険にさらしています。またグロスミッチェルを壊滅させた特定の病原体には強くても、キャベンディッシュの農場でも種の多様性に欠けているため、バナナ取引は新たなパナマ病蔓延の危機にさらされています。これらの動画で視野を広げてください。そしてチャンネル登録をお願いいたします。そうしたら新しい学びのチャンスを逃すことはありません。